関節が可動すぎて、はい、上段回し蹴りができないんですけど、はい、OK です。そしたら OK、 そうです。多分もうこれでだいぶ変わってますねこれここに立ってもらうだけでだいぶ有利です。相手が右足前の時は。こういうのが右のローキックなんで、右のローキックを、受けられないようにパンってパンチ打って、その最中にポパンってやってると、受けれない蹴りが、できます。あと、僕が昔よく使ってたのが、一回ちょっとこれで僕の方から一方的にお伝えするのは終わりにして、ちょっと今回質疑応答みたいな感じで、去年やったみたいにちょっとこんなこと聞きたいなとかあったらお伝えしようかなと思うんですけど、なんかじゃあ質問考える時間作った方がいいですかねああ、いきなり、はいはい、股関節が可動すぎて、はい、上段回し蹴りができないんですけど、はい、昨日も小別先生の YouTube で、はい、120度ぐらい開けばここら辺は当たる、はい、そうですね。そので練習方法というか、ちょっと来てもらっていいですかじゃあ開脚してください、一回。笑わないでくださ大丈夫です。笑わないでください。じゃあ座って開脚してもらっていいですか。はい、そうですね、100、いや十分ですね。はい、本当ですか。これとりあえず僕の顎先ぐらいはいけます。要はですね、これいつもよく言うんですけど、例えばですけど、ここの足先に僕がよいしょ、合わせて寝ると届くんですよ。なので、要は立ってもらっていいですか。立った時にこの角度が再現できないだけなのでなのでちょっと待ってくださいね。本当はテーブルみたいなやつがなんか手で持つ、ちょっとあそこのバー使わせてもらおうですね。じゃあちょっと低いか、いや左手でじゃあ持ってもらっていいですか。左、はい、で、僕の肩に一回じゃあちょっとここじゃ蹴ってもらっていいですか。 OK です。そしたら上体の力の入りすぎと軸足の返しがないせいで股関節の最大開脚角度が蹴りの前に来てしまっているため、上段に蹴りが届いていませんが、僕の試合の上段と比較しても開脚角度が十分なことは一目瞭然だと思います。OK です。そしたら肩乗っけてください。はい、で軸足をかかとこっち、完全にこっち、そうそうそう。で、もうちょっとこっち来たもんね。ごめんなさい。やばいです。でつま先、かかとこっち、そうそうそう。で力抜いてください。足を上げようじゃなくてだらんとしてください。でかかと上げて、かかと上げて、そう。力抜いて、どうしても力入っちゃうの。ちょっと一回力抜きましょう。上げられた時にって力入ると上がらなくなっちゃうんで、まずはダランダランです。ダランダランで僕にポンと足乗っけとるだけでいいんで、でかかとだけこっち、そうそう。で力抜いてもらって、でこの時に肘も上げてください。そっち、そうそう。で上げられたらその分ふーっとそっちに倒れちゃいます。でかかと上げます。そう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 。で力抜いて、そうそうそう。で膝曲げます。で伸ばします。そうそうそう。伸ばします。伸ばします。そう。伸ばします。そうそう。伸ばします。終わります。これ力抜いてください。絶対力入れちゃダメ。そうそう。そしたらここまでで今度かかと戻しながら一回足を出します。そしたら足持ってみて。軸足返しながら膝こっち持ってきてください。そうそう。もう一回いいよ。もう一回せーの。そうそうそう。OK。そしたらもう一回持ってきて、はい。そしたらそこでかかと返して、そう。で手はこっち。内側入れない。膝持ってきて。そうそう。膝だけでいい。膝だけでいい。いきなり蹴らない。膝。そうそう。もう一回膝だけでかかと返して膝。よし、そうそう。外回さないですよ。膝。そうそう。力入れない。もうこんなんでいいんですよ。こうやって持ってくるから上がらなくなっちゃうんで。そう今できてるじゃないですか。軽くそうそれせーのすぐ持ってきて。で持ってきて、そしたらここで軸足をシュッと返す。軸足返す。そうもう一回上げて、膝まずは膝だけ
力入ってる。さっきのひょい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 。もう一回膝だけ。そうそういいよ。そういいよ。上げ下ろして下ろしてひょい。そうそうそう。もう一回ひょい。そうそうそう。オッケー。じゃあひょいひょいですよ。ひょいですよ。ひょいひょい。オッケー。で軸足をそうひょいで軸足返す。そうそうオッケー。ひょいで軸足を返す。そうそしたらひょいっと上げて軸足を返します。あちょっと力入れない。柔らか。そうそうこうしずにだらーんとしてさっきの膝だけもう一回上げてもらっていいですか。そう今のでいい。膝だけひょいってひょい。そうでその後いっぺんパンと弾いてください。膝だけ上げたらひょい。そう OK。 あ力入れない。そうもう本当こんな感じです。そうでそう OK。 今のよかった。そう OK。 そう結構いた。よし OK。 せーの OK。 そう多分もうこれで多分だいぶ変わってますね。もう OK です。多分もうこれで多分だいぶ変わってますね。まずとりあえずこれで、そうさっきまでここの力が入るから足が上がらないんで、今みたいに抜いてこう足ほうぶらだけです。で、ちょっとまだ多分これ持たないと力入っちゃう癖があると思うんで、まず今のでこういう今みたいな感じで上げてもらって、できるようになったらこれをちょっとずつ指1本とかなんならちょっとこんぐらいでちょんってなってきたら、だいぶできるようになったらもう前向いたままこれ。ありがとうございます。YouTube と伝わりました。そうちょっと状態が力入っちゃうんで、あとなんか聞きたいことある人いらっしゃいます？大丈夫ですか？はい。左の鍵付きをどうやってすればいいんでしょうか？左の鍵付き、ちょっとじゃあよろしいですか？左の鍵付きだと打てます？鍵付き僕は打てないです。打てないですか？どうしようか。誰か得意な方いらっしゃる？試合でやってなるほどですね。じゃあちょっとこっち来てもらっていいですか？で、後ろ打たれちゃう。後ろ打たれ、ここ打たれます。それ右ですね。そうですね。こっちとこっちですか。こっちですか。右の鍵付きです。そうするとこっちか。鍵付き打たれるってことは多分、まずこの手が、ボディが守りたくて縮んでる可能性が結構大きいかなと。で、縮んだ上で、多分ちょっと前傾でちょっとこうなるみたいな。こうするともう受けようがないんですよ。好き放題打てるんで。なんで、基本多分ですけどちょっと、受けれないってことは結果的には多分こうなってるのかなだと思うんで、まずは相手の方をまず向いてもらってこの構えるっていうのが、基本です。で、その上でなんですけど、要は、相手の、右手の内側で肘を締めるから受けれないんですよ。なんで基本的には相手の手の外を取ってもらって、こちら側に詰めてきます。こうするともう鍵付き出せないんでこっち。なんで自分の手をどこに置いてるのかっていうのが結構大切で、これ YouTube では出ないんですけど両手構えてて、僕がこうなってたら打てますよね多分。こうなったら
打てないじゃないですか。こんだけの違いなんですけど、その構えの時に自分がどういう風に構えてるのか、もしあったら過去の動画とかその鍵付きもらってる動画があるんだったら、自分ってどういう構えでどうやって打たれてるのかなとか見てもらうと分かるかなと思うんで、参考にしてみてください。ありがとうございます。そうですね。ごめんなさい。じゃあポジションついでにラストにもう一個だけ、さっき試合を見てて思ったんで、ちょっとじゃあついでいいですか。相手がサウスポーだった時に、右足前で構えてもらっていいですか。右足。多分ちょうど本田さんだったかな。相手がサウスポー、の時に、こちら側に立っちゃってるとめちゃくちゃ不利、こちらが。でこれ、実際立ってもらうと分かるんですけど、こう立たれると僕こっちの有効打は出せないんです。潰れてるんで。そう、こっちしかないんですけど、こっちもそもそもこっち立たれてるんで遠いんですよ。これ例えばじゃあちょっとじゃあこっちでサウスポーですね。この時に、相手がじゃあ僕がサウスポーでこうやって立った時の攻撃のしやすさと、こう立った時の攻撃のしやすさと全然違いますよね。全然違います。でさっき試合中結構ここに立ってたんです。でこれここに立ってもらうだけでだいぶ有利です。相手が右足前の時は。そうするとこうすると手ポンと押さえたらこっちの手しかないじゃないですか。でもこっちよりもそっちの方が近いですよね。って感じで有利不利が結構大きく変わるんで、相手が右足前で構えてる、サウスポースタイルの時は基本は外の方が、有利になりやすいです。もちろん内側の方が当てやすい技もあるんですけど、基本は外取った方が圧倒的に当てやすい技増えるので、プラス受けやすい技も増えるんで、そこを知っておいていただくとちょっと楽になると思います。ありがとうございました。すいません、ちょっと時間になってしまったので以上したいと思います。今日はお疲れ様でした。終わりたいと思います。オッケー。よし。ごめんね、もうそれじゃないんだ、内容、残念ながら。原稿を向こうに置いてきちゃったから。よし、じゃあ、今赤い丸ある？オッケー、ありがとう。いかがだったでしょうか。今回ですね、ちょっと、どこまで編集で伝えるかは決めてないんですが、ここの部分までだったら YouTube で公開できるかなっていうところまでは出していこうかなと思ってます。僕が運営している空手家国立のオンライン教室ではもう全て僕が持っている技術は全部公開していますので、パンチ蹴りが強くなる方法だったりとか、今度は受けられない方法とか、あとは僕が現役の頃にやっていたスタミナ稽古ですね。効率よくスタミナをアップする方法だったり、相手が攻撃をもらわないポジショニングだったりっていうものを全て動画だと今200本以上の動画でですね、入会すると見放題になっていますので、自分高血の技術が知りたいとか、フルコン強くなりたいとかいう方はぜひ、概要欄で空手家国立の、オンライン教室チェックしてみてください。他にも、空手家国立のオンライン教室だと毎月ですね、会員の皆さんの、質問に僕が全て動画で回答していきますので、そちらもちょっと気になる方はぜひチェックしてみてください。よし。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも毎週わかんなよし、もう一回行こう。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。あれいつもなんて言っとったかも出てこない。ちょっと待てよ。ありがとうございます。毎週いいや、適当に行こう。よし金曜日夜6時。そう、なんかそんな感じなんだけど、なんかパッと出てこないんだよ。よし、もう一回行くぞ。よし。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕のチャンネルは毎週金曜18時に、100% 強くなるために役立つ動画、いいや、これまま行こう。よし、もう一回行こう。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕のチャンネルは、見れば 100% 強くなるために役立つ動画は毎週金曜18時に公開していきますので、動画の内容がいいなと思った人は、いいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家国立の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。よし、OK。スタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる、酸素量を増やすために行うのであれば